世界最大の配信サービス、Netflix。今、そのライブラリーに異変が起きています。11年ぶりに復活した伝説の女優から、日本の常識を覆すサムライバトルロイヤル。そして、今まさに世界中で、絶望すぎる、と話題になっている、4月24日配信開始の超大本命まで、これを知らずに、2026年の映画は語れません。今回は、今週末、絶対に時間を空けて見るべき、最強の5本を徹底解説します。1本目は、映画ファン、歓喜の衝撃作、マット・デイモンとベン・アフレック、最強コンビの最新作、ビッグです。この2人、プライベートでも大親友だけど、一緒に映画を作るときは、必ず神作が生まれるんだよね。今回も期待を裏切らない。マット・デイモンって、いつも正義の味方っぽいイメージだけど、今作は違うの？そう。今回は、汚職警官役、彼らが偶然、出所不明の、莫大な現金を見つけちゃうところから、物語は動き出すんだ。仲間を信じるか、金を独り占めするか、警察、犯罪組織、そして内務調査官、四面楚歌の状況で彼らの理性が崩壊していく様を描く極限のスリラーです。監督は、ジョーカー・アナハン、スモーキン・エースとか、男臭くて最高にかっこいい映画を撮る巨匠なんだ。だから今作も、セリフの一つ一つが痺れるほどクール。じゃあこれ、単純なアクションじゃなくて、めちゃくちゃ頭使うやつ？正解。一番怖いのは敵じゃない。隣にいる仲間だっていう。疑心暗鬼の恐怖。見終わった後、絶対に誰かと語りたくなるよ。週末、重厚なミステリーに浸りたいなら、まずこの一本を選べば間違いなし。公開直後から近年最高のクライムスリラーとの呼び声も高く、大人のためのエンターテインメントとして完成されています。2本目は、すべての映画ファンがこの時を待っていた、伝説のコメディクイーン、キャメロン・ディアス、11年ぶりの復帰作です。キャメロン・ディアス。お母さんが大好きだった人だ。11年も休んでたのに、アクションできるんですか？ここが今作の最大の見どころ。共演は名優、ジェイミー・フォックス、元 CIA の超エリートスパイ夫婦が、正体を隠して平穏に暮らしてたんだけど、正体がバレた瞬間、平和な日常は崩壊。隠居していた二人が、再び、現役のスキルを解放し、世界を股にかけた戦いに身を投じます。コメディとアクションのバランスが、絶妙なんだよね。体が覚えてるわ。なんて言いながら戦うキャメロンが、本当に楽しそうで、ファンはこれだけで泣ける。スパイ映画って難しいイメージあるけど、これならポップで楽しそう。実はジェイミーが、キャメロンを熱心に口説き落として、実現した復帰作なんだよ。二人の息がぴったりなのも納得だよね。難しい理屈は抜き、週末、ポップコーン片手に家族や友人と最高に盛り上がれる超一級のエンターテインメントです。よし、お母さんと一緒に見るリストに入れとこう。3本目は、ネットフリックスアクション映画の金字塔、待望の続編、オールドガード2です。ついに来たね。アクション映画を見るなら、まずシャーリーズ・セロンを見ろ。と言われる理由が、この一本に凝縮されてる。さっきから何度も撃たれてるのに、全然平気そうなんですけど。そう。彼女たちは数千年も生き続けている。不死身の傭兵なんだ。でも今作では、その、死ねない体の秘密を狙う。新たな強敵が現れる。今作から参戦するのは、なんと、ユマ・サーマン、新旧アクションクイーンによる重力を無視したかのような極限の格闘戦は圧巻です。ただ暴れるだけじゃないんだよね。仲間との絆や、永遠に生きる孤独。そんな、エモさも前作よりパワーアップしてる。かっこいい。女子が見ても、こうなりたいって、思っちゃう強さですね。セロン様、今作のために、また関節技を極めたらしいよ。この後紹介する。最新作でも、彼女が主演なんだけど、その伏線がここにあるんだ。前作を見ていなくても楽しめる新設設計。でも、見れば必ず彼女たちの生き様に心を奪われるはずです。4本目は、日本から世界へ。ネットフリックスが放つ今最も熱いサムライバトルアクション、戦神です。ついに日本が本気を出したね。これ、岡田准一さんが主演だけじゃなく、プロデューサーとアクション監督まで、兼任してるんだよ。これ早送りじゃないんですか？動きが早すぎて目が追いつかない。舞台は明治。巨額の賞金をかけ、292人の手だれたちが殺し合う死のゲーム。ルールはただ一つ、最後まで生き残ること。原作は直木賞作家、今村翔吾先生の超大作。ただの切り合いじゃなく、極限状態での人間ドラマが
とにかくエグいんだよね。海外の人たちも、日本版の、ジョン・ウィックだ、って盛り上がってる。世界中でバズりそうな予感がするね。主演の岡田准一さんは、日本のエンタメを世界へ、という使命感でこれを作ってる。その熱量が、一たち一たちにこもってるんだ。美しく、残酷で、圧倒的。日本映画の歴史が塗り替えられる瞬間をあなたも目撃することになります。これ、夜中に一人で見たら心臓止まるかも。でも、絶対見ちゃうよね。そして、今回の大本命、4月24日、世界同時配信、ネットフリックスが2026年上半期最大の予算を投じたと言われる究極のサバイバル超大作、エイペックスプレデターです。お待たせしました。これこそが今、映画界で最も、やばいと言われている問題作。舞台は逃げ場ゼロ。遮蔽物ゼロの、オーストラリアの広大な荒野。これ、単なるサバイバル映画じゃないんですよ。さっきちらっと言ってたけど、名前からして、最強の捕食者って意味ですよね。やっぱり怖いやつ？鋭いね。でも、本当の怖さは、目に見える怪物じゃない。そこで繰り広げられるのは、高度な心理戦を伴う、人間狩りなんだ。監督は、実話に基づいた極限状態を描かせたら、右に出る者はいない。バルタザール・コルマークル、映画、エベレスト 3D で見せた、あの息が詰まるような絶望感と臨場感が、今作でも爆発しています。監督からしてがちな人なんだ。でも、一番気になるのはやっぱりキャスト。そこなんだよ。主演は我らがアクションクイーン、シャーリーズ・セロン、彼女。今回この役のために数ヶ月間、軍隊式のサバイバル訓練を受けたらしいんだ。セロンが演じるサシャは、あるトラウマを抱えて、自分を鍛え直すために、一人で荒野へ向かいます。そこで出会うのが、タロン・エジャトン演じる謎の男、ベン。キングスマンの、あのかっこいい子が、犯人役なの？そう。でも、予告を見てほしい。今作の彼は、その、愛されキャラを完全に封印してる。笑顔の裏に狂気を隠した、史上最高に美しい殺人鬼。ファンからは、タロンのキャリア史上、最もショッキングな役ってすでに言われてるんだよね。さらに注目すべきは、最新の撮影技術です。広大な荒野をドローンと超高画質カメラで捉え、視聴者がまるでその場にいて、後ろから誰かに狙われているような錯覚に陥る、没入型アクションを目指したと言われています。ひえ、10代の間でも、タロン君の悪役は絶対バズると思う。SNS でみんな、ギャップ萌えどころか、ギャップ恐怖で騒ぎそう。間違いない。しかもこれ、実は、格差や孤独っていう、現代的なテーマも隠されてるっていう噂があって、見終わった後に、めちゃくちゃ語りたくなるタイプの、アート系スリラーでもあるんだ。配信日は4月24日金曜日。週末、誰にも邪魔されない環境で、大画面で見ることを強くお勧めします。決定。週末はスマホの通知切って、準備万端で待機します。配信日に見て、SNS で自慢しなきゃ。これぞ、見ないと損。シャーリーズ・セロンも肉体美と、タロン・エザトンの開演。この2人の化学反応を、歴史の目撃者として絶対に見届けてほしい。アクションの女王、VS、若き実力派、未だ詳細がベールに包まれているからこそ、配信当日に見る価値がある一作です。本日紹介した作品です。興味がありましたら、各種配信サイトなどでご視聴していただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。グッドボタン、バッドボタンのどちらかを必ず押して動画を評価してくれよな。それと、コメントも書いてくれると、嬉しいんだけど。次回お会いする時までごきげんよう。